製造業で製品の原価管理に携わると様々な専門用語が出てきます。固定費、変動費、直接費、間接費、限界利益、損益分岐点。それぞれどのような定義なのか調べてなんとなく理解できたけど、お互いにどういう関係なのかを体系的に理解するまでには至っていないといったお悩みはないでしょうか。会社の利益は売上引く費用で計算されますが、この動画では費用と利益に注目します。費用の分類、費用を取り扱う際の注意点、損益分岐点と利益計画について順番に解説していきます。まずは費用の分類です。費用の代表的な分け方として、固定費と変動費で分ける方法と、直接費と間接費で分ける方法があります。まず、固定費と変動費で分ける方法について説明します。固定費とは、売上によらず発生する費用で、設備の焼却費や人件費が代表的です。一方、変動費とは、売上に比例して発生する費用で、材料費や外注費が代表的です。固定費や変動費が利用される場面としては、損益分岐点の分析や利益計画を立てる際など、売上に関する情報を計算する際が代表的で、いわば製品を売る視点から見た分け方と言えます。次に、直接費と間接費で分ける方法につきまして説明します。直接費はどの製品に使われたのか明確な費用であり、材料費や外注費が代表的です。一方、間接費はどの製品に使われたのか不明確な費用で、消耗品の費用などが代表的です。直接費や間接費が利用される場面としましては、製品ごとの原価を明確化する際が代表的で、いわば製品を作る視点から見た分け方と言えます。一概にどちらの分け方の方がいい悪いというのではなくって、目的によって使い分けることが重要です。例えば、あなたが営業部に所属しており、利益計画を立てたいと思われている場合、固定費と変動費について取り扱うことになるでしょう。また、例えば、あなたが製造部に所属しており、製品ごとの原価を確認したいと思われている場合は、直接費と間接費について取り扱うことになるでしょう。工場では様々な費用が発生しますが、実際には固定費か変動費か、または直接費か間接費か迷うケースも出てくると思います。例えば、工場の人件費について、ライン作業員は製品を直接作っているので直接費となる一方、管理職は様々な業務を行い、ある一種類の製品だけに携わっているわけではないでしょうから、間接費となることが多いでしょう。また、光熱費は全体で見れば月々の料金が変わるので変動費になると思いますが、内訳を見ると電気を使っていなくてもかかる基本料金部分と使用量による追加料金部分に分かれることも多いと思います。捉え方によっては、基本料金部分は固定費、追加料金部分は変動費と捉えることも可能です。このように、どの費用をどの項目に分類するかは一概に決まるものではなく、会社ごとの実態によって変わりうるものと考えておいた方がいいでしょう。次に、費用を取り扱う際の注意点の説明に移ります。先ほど挙げた費用で注意するべき点を2点説明します。まずは、製造部など加工現場の人件費です。結論から申しますと、製品を作りすぎないことに注意が必要となります。工作機械を用いて、ある製品 A を100個作る場合と1000個作る場合を考えます。製品を作る工程は次のようとします。ツールパスのプログラム設定、ジグの変更調整などの機械の段取りを行った後、1個ずつ着脱作業して製作するとします。この時、100個作ろうが1000個作ろうが段取り時間は変わりません。段取りにかかる人件費が5万円とすると、それぞれの場合の製品1個あたりにかかる費用は次の通りです。
100個生産の時は5万円割る100個で1個あたり500円。1000個生産の時は5万円割る1000個で1個あたり50円となります。一度に多く作れば作るほど1個あたりにかかる費用は小さくなります。しかしこれは作った製品が全て売れるのであればという前提の上での話です。売れない製品をいくら作っても在価の山になるだけで会社に損失を与えてしまいます。見かけ上の原価が安くなるからといってむやみに作りすぎてはいけません。2点目の注意点は間接費の各製品に対する配布方法についてです。各製品の売上によって配布する、必要な工数によって配布するなどの方法が一般的ですが、厳密な配布はかなり難しいです。厳密すぎる配布基準は、配布のための調査、データ収集することそのものに対する費用がかかってしまいます。どこかでえいやと決めてしまう必要がありますが、どのように決めるかは各会社の考え方によります。なお、厳密に調べる方法としては、アクティビティベースとコスティング、活動基準原価計算などの手法があります。次に、損益分岐点と利益計画の説明に移ります。損益分岐点という言葉は、一度はお聞きしたことがある方も多いと思います。その計算方法をネットなどで調べると、このような公式が出てくることが多いです。損益分岐点売上イコール固定費割る、1引く、変動費割る、売上高、閉じる。覚えにくい式だと思いますが、ここではこの式の意味を考え、式を覚えていなくても計算できることを目指したいと思います。ポイントとなる考え方は貢献利益です。貢献利益は次のように定義されます。貢献利益イコール売上引く変動費。なぜ貢献利益と呼ばれるのか。この利益は一体何に貢献しているのかというと、固定費の回収に貢献しています。固定費は前述のよう売上に関わらずに発生する費用でした。製品を1個売り上げるごとにその分の貢献利益を獲得できます。イメージ図を右下の方に描いています。まず固定費があり、一方製品1個の貢献利益が製品を1個1個販売するごとに積み上がっていきます。貢献利益の合計額が固定費と等しくなる点が損益分岐点となります。固定費割る製品1個の貢献利益を計算することで、何個の製品を売れば固定費を賄えるのか、すなわち損益分岐点を達成できるのかがわかります。個数が分かれば、それに倍価をかけると、損益分岐点売上高が計算できます。改めて、損益分岐点売上高の計算順序を示すと、次のようになります。まずは、製品1個あたりの貢献利益を計算。貢献利益イコール倍価引く変動費となります。次に、固定費割る貢献利益を計算。計算結果は、損益分岐の製品販売量となります。最後に、損益分岐の製品販売量×倍価を計算します。今までの説明は、ある一種類の製品での計算を念頭に置いていましたが、会社の製品全体での計算は、先ほど出てきた公式が使えます。変動費を売上高で割ったものを1から引くと、貢献利益率が計算でき、固定費をこの貢献利益率で割ると、損益分岐点売上高が計算できます。次に、利益計画について見ていきます。固定費の回収だけにとどまらず、
目標利益の獲得まで目指すには、いくらの売上が必要なのかも同様の考え方で計算できます。大きな考え方を示します。まず、損益分岐点の計算の際に必要な要素であった固定費に、目標の利益額を足した額を計算します。次に、その合計値を製品1個あたりの貢献利益で割り算します。そうすると、目標利益を達成するのに必要な販売量が計算できます。最後にそれに売価を掛け算することで、目標利益達成に必要な売上高が計算できます。このように固定費を賄うだけでなく、追加の利益を獲得するためには、貢献利益の追加が必要となります。改めて実際の計算順序を見てみましょう。まず、製品1個あたりの貢献利益を計算します。貢献利益は売価引く変動費で計算できます。次に、固定費と目標利益の合計額を貢献利益で割り算して計算します。計算結果は、目標利益達成に必要な製品販売量となります。最後に、先ほど計算した製品販売量に売価を掛け算して計算します。今までの説明は、ある一種類の製品での計算を念頭に置いていましたが、会社の製品全体での計算は、この計算式が使えます。変動費を売上高で割ったものを1から引くと、貢献利益率が計算でき、固定費に目標利益を上乗せしたものをこの貢献利益率で割ると、目標利益の達成に必要な売上高が計算できます。まとめです。この動画ではまず、費用の主な分類方法である固定費と変動費、直接費と間接費といった分け方を説明しました。製品を売る立場では、固定費と変動費という分け方が考えやすいことなどにも言及しつつ、実際の各費用の分け方は会社の実態によって異なってくることも確認しました。次に、費用を取り扱う際の注意点として、作りすぎや間接費の配布に注意が必要なことに触れました。間接費の配布では、設備の減価償却費や事務所の人件費などは、考え方によっては細かく製品ごとに配布することが可能ですが、どのくらい厳密な方法で計算するのかは、手間と有効性のバランスをとって判断することが重要でした。最後に、損益分岐点と利益計画について説明しました。変動費と、それから計算される貢献利益に注目した計算を説明しました。複雑な公式を丸覚えするのではなく、具体的なイメージと紐付けながら式を理解することが重要です。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。